皆さん、こんにちは。今回は以前好評だった乗り比べの第2弾をお送りしたいと思います。行きは阪急フェリーのデラックスシングル、帰りは名門太陽フェリーのファースト S を利用しました。各フェリーとも1人専用個室です。阪急フェリーは大阪の泉大津から新門司行きと神戸から新門司の航路があります。関西からの発着はどちらも最寄り駅から遠く、連絡バスを使わないといけないのが不便です。名門太陽フェリーは大阪南港から新門司へと1便、2便という航路があり、こちらはニュートラムのフェリーターミナル駅から直通通路があって、雨にも濡れず行くことができとても便利です。さて、阪急フェリーのルートマップを載せておきますので見てくださいね。行きに乗船した阪急フェリーは神戸六甲アイランドを20時に出港し、新門司へは8時30分の到着です。12時間30分の船旅となります。阪急フェリーの神戸乗り場にやってきました。これが今日お世話になる阪急フェリー摂津です。なんと全長195メートルもあるんですよ。電車に例えると10両編成ぐらいの長さです。乗り場の乗船口付近でとても綺麗な夕日を見ることができました。乗り場とフェリーを結ぶ人道橋からフェリーに乗船しますよ。もうワクワク、ドキドキ感が半端ないです。入り口を入るともうそれはびっくりするような3層吹き抜けのエントランスが現れ、南国のホテルのような雰囲気がしました。入り口の近くにショップがあります。お土産の中にひときわ目立つ阪急フェリーの船子グッズがいっぱい。きっとあなたも船子の虜となるのは間違いないです。さて、名門太陽フェリーのルートマップも載せておきますので見てくださいね。帰りに乗船した名門太陽フェリーは新門司を19時50分に出港し、大阪南港へは8時30分の到着です。12時間40分の船旅となります。名門太陽フェリーの新門司乗り場にやってきました。これが今日お世話になる名門太陽フェリー京都です。まだ就航から4年ぐらいなのでとても綺麗なフェリーです。全長はさっき紹介した阪急フェリー摂津と同じ長さです。阪急フェリーも名門太陽フェリーも同じ造船所で作られた、言ってみれば兄弟みたいな船です。乗り場とフェリーを結ぶ人道橋からフェリーに乗船しますよ。何度この瞬間を迎えてもワクワクします。名門太陽フェリーのマスコット、ノリーナちゃんがお迎えです。先ほどの阪急フェリーの3層吹き抜けを見た後なので、2層では物足りないように思えてしまいます。けど立派なエントランスです。こちらも入り口付近にショップがあります。阪急フェリーに比べると規模は小さいですが、フェリーにノリーナちゃんのグッズが少しずつ増えてきてるのは嬉しいです。
2025年4月現在の値段表を出しておきますので、ご参考にしてみてください。値段はだいたい同じなのですが、阪急フェリーはウェブ割引で 20%、名門太陽フェリーは1便が 25%、2便が 20% と1便が少しお得になっています。あと阪急フェリーは A と B の期間のみ、インターネットの予約の際、窓口での現金払いが可能で、キャンセル料金がかからないという親切な設定になっています。名門太陽フェリーはカードまたはコンビニでのお支払いとなり、キャンセルをする際キャンセル料金がかかりますので注意が必要です。乗船したお部屋を黄色で示しておきました。今回の私の後ろ、7階のデラックスシングルの788号室です。ここは船首にあって、すごく静かな場所にあります。チケットの QR コードをかざし、青く点灯したらロックが解除されます。思った以上に広いお部屋で、これは快適に過ごせそう。まず洗面です。ボールが広くて使い勝手が良さそう。ハンドソープのビオレ U があります。コップもついています。タオル掛け、そしてエアコンのリモコンがあり、好きな温度の調整ができるのも嬉しい。こちらは全消灯のスイッチです。真っ暗になるので押しませんでした。そして船内放送のボリュームです。靴べらもありました。洗面台の横にはコンセントもついていました。もちろんゴミ箱も置いてありました。テーブルには椅子もあってゆっくりすることもできます。歯ブラシ、ティッシュ、そして船子のお持ち帰りタオル、茶色のスリッパ、浴衣がありました。湯沸かし器、テーブルの照明スイッチ、湯飲み、そしてスティックのお茶が2本ついています。テレビのリモコンもあります。枕は柔らかめで、ベッドマットは固めでした。掛け布団はふわふわで案外いいものがついていましたよ。ブランケットもついており、寒くても安心。ベッドの上には液晶テレビもついていました。音はイヤホンではなく、そのまま音を出せます。ハンガーは2つついています。ドアには脱出経路も丁寧に書かれてありました。天井に入っているエアコンなので圧迫感がなくいいよね。
今回の私の後ろは、船首近くにある7階ファースト S の A158 号室です。一番奥の部屋です。ついついこういう隅を取りたくなりますよね。こちらは QR コードではなく鍵ですが、こちらの方が使いやすいです。少し狭いですが、かなり良さげなお部屋です。まず、歯ブラシですね。そして名門太陽フェリーのロゴ入りお持ち帰りタオル。これは家で使うのにも便利なんですよね。袋に包まれた消毒済みのコップもあります。洗面台があるお部屋はいいよね。まずハンドソープのビオレユーがあって、水の出しやすい蛇口。これはいいよね。このスイッチは洗面台の上にあるダウンライト、そしてコンセント。エアコンのリモコン、温度調整ができるのが嬉しいです。上のスイッチはメインの照明、下のスイッチは部屋の照明が全部消せます。そして、船内放送のボリュームです。タオル掛けも装備されています。ゴミ箱は分別できるように2つあります。これがベッドです。狭めのシングルベッドといった感じかな。枕は柔らかく、ベッドマットは固めという感じかな。掛け布団は阪急フェリーと同じような柔らかくとても良さそうです。注意事項のチラシ、そして名門太陽フェリーは浴衣ではなくパジャマです。スリッパもついています。ベッドの上にはハンガーがついていました。そしてテーブルの方に行ってみましょう。まずは読書灯です。こんな感じに点灯します。ここにもコンセントがあります。沸く子という湯沸かしポットもあります。湯飲みにお茶のスティックが2本ついていました。ご案内のファイルもあります。テレビのリモコンの操作方法が書いてありました。隣にあるリモコンがテレビ用です。消臭スプレー、そしてティッシュボックスです。阪急フェリーより名門太陽フェリーの方がティッシュが多くていいかも。椅子もちゃんとあります。右下には靴べらもかかっていました。テレビがあって、もう一つハンガーがついていました。テレビはお部屋でそのまま音が出せます。ドアには脱出経路図が貼ってありました。天井に入っているエアコンなので圧迫感がなくいいよね。今日はもしかしたら万博で花火が上がるかもしれないと思ってたら上がりました。やったー。出港です。岸壁から離れていくシーンはなんかいいね。
行ってきます。こういう出航の際に手を振るシーンは素敵ですよね。神戸乗り場を離れ、出航の挨拶とも言えるべく汽笛が響きました。名門太陽フェリーの船尾の7階デッキがテニスができそうなぐらい広いんです。出航です。岸壁とフェリーをつなげているロープを外し、無線で連絡を取りながらの作業も見応えがあります。大阪南港まで12時間の船旅に行ってきます。新門司港またね。さようなら。阪急フェリーのレストランは好きなものを選ぶことができるカフェテリア方式です。おすすめはオーダー注文のホルモン鉄板です。これが一押しです。名門太陽フェリーのレストランは好きなだけ食べれるバイキング方式です。これだけいろんなメニューがあります。最後にソフトクリームを巻き巻きしましたが、うまくできなかったです。阪急フェリーは露天風呂があるのがお気に入りです。脱衣室には冷水器が置かれているのもいいよね。名門太陽フェリーは展望浴室がありますが、露天風呂は残念ながらありません。冷水器は同じフロアの自動販売機の横に置かれています。フェリーから見る明石海峡大橋はやっぱりいいよね。大阪万博の色にライトアップされていました。夜とはまた違った明石海峡大橋が見れるのはいいよね。これが晴れだったらもっと良かったのに、残念です。阪急フェリーには各階のあらゆるところにソファーが配置され、ゆったりできます。名門太陽フェリーは6階、7階にゆったりできる椅子やソファーが配置されています。行きの阪急フェリーでなんとかマジックアワーを見ることができてよかったです。名門太陽フェリーは曇りのため撮影できず、ごめんなさいね。滲んだ感じの朝日でしたが、こちらも見れてよかったです。
阪急フェリーには船内至るところに船子がいるのが魅力でもあります。名門太陽フェリーには乗り名の魅力を引き出してほしいです。今後期待します。フェリーの揺れについてですが、瀬戸内海を航行するので天気が悪くてもほとんど揺れがないです。私は船酔いをする方なのですが、今まで一度も酔ったことがないので、瀬戸内航路は大丈夫だと思います。船内の振動ですが、阪急フェリーの方が少ないと思います。これだけで快適度はかなり違ってきます。あと、エントランスの近くの部屋は取らない方がいいです。話し声が結構聞こえますので、離れた船首付近がおすすめです。電波のつながり状況についてですが、瀬戸内航路はつながりやすい方だと思います。しかし途切れたり、全くつながらないこともあります。船内無料 Wi-Fi も当てにはなりません。名門太陽フェリーは1便、2便ともに衛星通信サービス、スターリンクを導入されたということですが、それでも電波が途切れていました。阪急フェリーはロイヤル、スイートのお部屋のみスターリンクの使用ができるそうです。デラックスシングルの船内無料 Wi-Fi はほとんどつながらなかったです。入港です。と言ってもここからが少し時間がかかります。船内放送で下船できる状態になってからゆっくり下船で大丈夫です。下船の案内が流れましたので下船いたします。阪急フェリーはどうでしたか？今回使った一人専用個室のデラックスシングルは、この価格、この設備ならすごくお得な移動手段だと思います。難点を挙げるとすれば、神戸、泉大津乗り場の不便なところでしょうか。けど連絡バスもあるので、ここさえクリアすれば最高です。船子、ありがとう。またね。大阪南港に入港です。手前にオレンジフェリー、奥に1便の名門太陽フェリーが先に入港しています。大阪南港は駅まで直通なので下船後、フェリーをゆっくり眺めることができるのが私は嬉しいです。名門太陽フェリーはどうでしたか？今回は2便の1人専用個室のファースト S でしたが、阪急フェリーのデラックスシングルに比べると狭いです。少しでも安く乗船したい、アクセスがいい方がいいということであれば激安な航路だと思います。特に1便は1000円近くお安いですからね。もっと安くということであれば、レストランを使わず、持ち込みで食べ物を買っていく方がいいかと思います。どちらもいいお部屋でした。値段もそう大差がないので、あとは好きなフェリーを選ぶといいと思います。何度も言ってますが、私は阪急フェリーをおすすめいたします。あと、最後になってしまいましたが、名門太陽フェリー1便のみ、大阪南港に朝5時半に到着後、船内でのんびり滞在というサービスが利用できます。船内に7時まで滞在できるのが嬉しいです。大阪南港はニュートラムのフェリーターミナル駅と直結していますので、のんびり滞在でゆっくりした後、ニュートラムに乗車することができるのがいいです。阪急フェリーは泉大津航路のみ、新門司、泉大津に朝6時の到着分に限り、ゆっくりステイというサービスを利用で、7時15分まで船で滞在できます。しかし連絡バスがこのサービスに対応していないため、徒歩乗船の方には使えないのが残念です。あとバイクの方も使えないそうです。こ
これは注意が必要です。結局乗用車だけのサービスですね。これは阪急フェリーさん、改善してほしいな。お願いいたします。今回の動画はこれでおしまいです。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録お願いいたします。また次の動画でお会いいたしましょう。